皆さんこんにちは。今回なんですけど、ドル旅第2弾ということで、ここ大阪府を舞台にグルメ旅をお届けしております。1日目では普段味わうことのない絶品料理をいただきましたが、その様子もたっぷりと紹介しておりますので、まだ見られていない方は先に1日目の動画を見てからこの動画をご覧ください。1日目にも紹介しましたが、ここ新世界にあるホテルへ今回は宿泊したので、起きて準備をしてホテルを出たらすぐに観光ができます。今日の予定ですが、今回の旅のテーマがグルメ旅なので、個人的に大阪の気になるスポットや前に何度か行ったことがあるところも含めておすすめスポットをギュッと凝縮してお届けしていきます。1日目の晩に贅沢な料理をいただいたので、2日目のこの日はコスパ重視で食べて飲んでの最高の1日にしていきたいと思います。皆さんの大阪旅の参考にもなると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。これから韓国料理を味わうことができるコリアンタウンという場所を目指して移動していきますが、1日目同様この日も電車で移動していきます。この辺りには射的のお店がたくさんありますが、最寄り駅へ向かう道中にも射的のお店があったので挑戦してみることにしました。こうしてたくさん景品があるので少し見にくいかと思いますが、僕は今画面左側の辺りを狙っております。初めて射的に挑戦したので正直難しいかななんて思っていたんですが、今景品をゲットしましたけれども、意外とやってみると簡単にゲットできたので、射的もおすすめです。これまで西日本を旅行してきた中で大半がレンタカーでの移動でしたが、このドル旅という企画を始めてからこうして電車で移動することも増えました。もちろんレンタカーにはレンタカーの良さがありますが、ここ大阪のように特に都会は電車での移動が非常に便利となっております。しかも安く移動できるのでかなりおすすめです。慣れないうちは少し戸惑ったりするかもしれませんが、慣れてしまえば乗り換えなんかも簡単にできますので、ぜひ皆さんも利用してみてください。大阪コリアタウンへとやってきました。日本最大級のコリアンタウンということで、気軽に韓国旅行気分を満喫できる場所となっております。昔から人気の本格韓国料理店や焼肉店、食材店のほか、近年は韓国らしいおしゃれなカフェやショッピングスポットなど続々オープンしていて、流行に敏感な人たちが全国から訪れる人気のエリアとなっているそうです。総店舗数は約800店舗にも及び、この数は僕の予想をいい意味ではるかに超えてきました。なのでこの辺りを一通り見て回るだけでもかなり時間がかかります。そのくらいすごい商店街となっておりました。僕自身韓国に行ったことはありませんが、そんな僕でも韓国の気分を味わうことができました。また女性の方はコスメのお店なんかもたくさんあったので、そのあたりも人気な理由の一つだと思います。この日は他の場所にも行く予定があるので、軽く何か食べたいなと今散策していますが、どのお店もですね、本当に美味しそうなものばかりですごく迷ってしまいました。ここへ来る前までは韓国料理や焼肉など本場韓国の味を堪能していこうかなと考えていましたが、まだ朝なのでさすがにこの後の撮影もありますし、もう少しお手頃に韓国の雰囲気を楽しみたいなということで散策を続けております。結局途中見つけたお店でヤンニョムチキンとトッポギを見つけまして、僕はトッポギとドリンクのセットを購入しました。ドリンクの上にカップがついていて、そこにトッポギが乗っているので食べ歩きには最適です。見た感じはトッポギを飲んでいるようにも感じますが、ちゃんとカップと分かれているのでご安心ください。味は朝食べるのにはちょうどいいぐらいの辛さで、トッポギも思ってたより量が入っていたので、大満足でした。食べ終わってこうして散策を続けていたらですね、本当に美味しそうなキムチがたくさん並んでいたので、ちょっとお土産で買って帰ろうかなというふうに思っていたんですけれども、この日は電車で移動なのでテロを起こしたくはないので買うのはやめておきました。はい、ということで駅へ戻ってきたんですけれども、ここからまた電車に乗ってお寿司を食べに
難波の方へ向かっていきたいと思います。以前にも大阪 Vlog の方で紹介させてもらったお店なんですけれども、こちらの自然というお店がですね、非常に新鮮なネタでかなり質のいいお寿司を格安で食べれるということで、前回も言ったんですけど今回もこちらへとやってきました。でこちらではですね、ランチタイムに限ってなんですけれども、今映っているお寿司ですね、こちらがなんと1200円でいただけるということで、本当にネタ一つ一つがかなり新鮮で美味しいですし、そのネタをこの値段でいただけるっていうのはなかなかないと思うので、僕はもう大阪へ来たらこれ毎回来るようにしています。こちらのお店ではうなぎバターというこちらのお寿司も有名ということで、これも毎回食べるんですけれども、今までは食べたことなかったんですがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ自然に行かれたら皆さんも食べてみてください。そしてここでですね、雨が降ってきております。先ほどの映像を見てもらったら晴れていたのであまり雨が強いっていうのは分からなかったと思うんですけれども、結構強く降っててですね、なかなか場所を移動できませんでした。ちょっとしばらく経ってからこちらの天満へと今やってきたんですけれども、提灯通りというこれも天満で有名なところになるんですけれども、こちらではですねかなり安く食べて飲むことができるので、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいなということで、早速店内へ入ってきたんですけれども、こちらではですねレモンサワーがなんとこちらですね、1杯100円です。1杯100円で飲めるので、少々飲んで食べても、今メニュー表も映っておりますけれども、かなり安く食べて飲むことができるので、本当に提灯通り天満はおすすめですね。今回の大阪旅行のテーマがグルメ旅ということですが、昨日の晩にちょっと贅沢をさせてもらったということもあって、冒頭でも触れましたがこの日はコスパ重視で行きたいと言っていたので、そういう時にはですねこの、裏天満の提灯通りですね、ここはですねもうもってこいの場所となっております。お店の数もかなりたくさんありますし、本当に自分好みの場所で安く食べて飲むことができるので、大阪へ行かれた際はですね、ぜひですねこちらの裏天満にも行ってみてほしいですね。この日はですね雨が止んでから移動したので、実際に今この提灯通りにいるのは、確か3時から4時ぐらいの間だったと思うんですけれども、この時間帯でも結構もう飲んでるお客さんも多かったので、もう何も気にすることなく昼から飲んで食べてができるので非常におすすめですね。ここ天満はもちろんこの雰囲気もいいですし、安いことでも有名ですが、美味しいということでも有名で、グルメ好きが集まる場所となっております。これまで数々の場所を旅してきた中でも天満から上陸したお店があったりと、本当にグルメ好きにはたまらない場所となっております。いろいろな用途で楽しめる天満へぜひ皆さんも行かれてみてください。今回の旅のゴール新大阪駅へと帰ってきました。この日はいつもよりも早く駅へ着いたので、この後ここ新大阪駅の中にある居酒屋で飲んでから帰ります。そちらの映像を流しつつ、この日に使った金額を振り返っていきたいと思います。今右側にも表示をしていますが、詳しくはこちらをご覧ください。2日目の合計が8040円、55ドルということで、思ったよりもですね、安く抑えることができたんじゃないかなと思います。今回の大阪旅は1泊2日300ドルということで、1日目の合計と合わせて果たしていくらになったのでしょうか。1日目と2日目の合計はこちらとなります。合計が34,150円234ドルということで、今回の予算に対して残りが9,650円66ドル余ったことになります。今回は1日目にかなり贅沢をしたので、2日目はコスパ重視ということで旅行の方をしてきましたが、いかがだったでしょうか。1日目と2日目でまた違った旅の様子をお届けすることができたんじゃないかなと思います。2日目にいた天満ですとか、そういったところは地元の方がよく行かれるみたいなんですが、そういったところですと観光地と違って価格がかなり安く抑えられますので、ぜひ今回の旅行の様子を参考にしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた来週。